はい、今回は Diablo 4で現在レベル73になりましたので、70前後で使っていたビルド、ツイストブレードビルド紹介していきたいと思います。レベルが60を超えたくらいからワールドティア4のトーメントでレベル上げをするようになりまして、その時に使っていたビルドを紹介していきます。まず一番大事な装備が両手武器のスキルです。必ず両手武器にこちらのツイストブレードが戻ってきた際に短時間旋回し、1回当たるごとにツイストブレードの帰還時の 30% のダメージを与えるこちらの武器は必ず用意しといてください。片手武器はそんなに気にしなくてもいいと思いますが、僕は脆弱状態の敵に対する注入スキルの効果が 40% 強化されるこちらと、注入スキルを使用すると周囲に爆発が起こり注入効果を発生させつつ同タイプのダメージを与える、この2つを持たせていました。防具は基本的には死なないための装備にしています。特に75になるまではトーメントの敵のレベルが75固定になってしまいますので、かなり死にやすい状況になっています。ですので死なないための装備を集めるようにしました。兜のスキルがエリートモンスターにダメージを与えると10秒間最大3362のダメージを吸収する障壁を取得する。鎧は重要パッシブ効果の機運を1蓄積するごとにライフを毎秒回復する。こちらは最後のパッシブ、これを機運にしてますので、もしこの装備を持っている方はこれにすることでライフを回復して死ににくくはなると思います。手は車種か喉かきスキルで脆弱状態の敵にダメージを与えると最大 29% の確率でシャドウクローンを召喚する、こちらを装備してます。ズボンは健全状態でない時に攻撃を受けると自身の周囲に5秒間無敵効果のバリアを張るやつですね。ブーツは幸運の一撃の脆弱状態の敵に直接ダメージを与えると最大 27% の確率で目くらまし状態にする。アミュレットはシャドウ注入の影響を受けた敵を回避すると4秒間にわたり隠密状態になる攻撃を行って、隠密状態を解除すると6秒間にわたり敵を倒した際に自身のライフ最大値の 6% 回復する。そして心臓は遁走スキルを使用すると影分身を使うというやつですね。指輪はシャドウクローンがスキルに付与されている注入効果も模倣するというものです。心臓はクリティカルヒットが 4.5 秒間敵を帯電させ、その敵と帯電した他の敵に稲妻が連鎖して410のダメージを与える。2つ目がコアスキルでクリティカルヒットを出すと攻撃速度が5秒間 25% 上昇する。心臓は激怒の心臓の攻撃時に 14% の確率で全ての注入効果について通常の 87% の効力が適用される。こちらを装備しています。大事なのはツイストブレードのこのレジェンダリーの装備ですね。あとおすすめとしてはこちらの激怒の心臓、この攻撃時に 14% の確率で全ての注入効果が適用されるというやつ、これが結構強いと教えてもらいまして、これを使うようにしています。カテゴリーはコンボポイントにしています。それではスキルの紹介に行きます。まずは串刺しを原理まで、そしてツイストブレードを改良まで、スキルポイントは最大まで振ってます。あとは頑丈を最大まで振っています。そして眼剣を1つと反射防御も1つ、急所狙いを最大まで取って不意打ちを1つ、武器の達人を最大まで取っています。この不意打ちはこちらの急所狙い、敵1体をノックバックまたはノックダウンさせた後クリティカルヒット率が 12% 上昇するというやつ。これはここの暗闇状態にした時にノックダウンするというやつが、この急所狙いを出すために必ず不意打ちを1つまでは取っといてください。ツイストブレードの改良を取ることで暗闇状態にできて、そしてノックダウンする。ノックダウンした敵がクリティカルヒット率が上昇するというものになっています。そしてポイズントラップを逆襲まで、搾取と悪意、これは最大まで取っています。注入スキルはシャドウ注入を融合まで、シャドウ注入は最大まで取っています。そして霊気注入を融合まで取っています。あとは影なる衝撃と貪る影、こちらを1つまで、高精度注入を最大まで取っています。奥義スキルはシャドウクローンを上級まで取っています。あとはポイズントラップを使っていますので、罠の達人を最大まで上げてクリティカルヒット率を上昇しています。あとアドレナリン分泌を2つまで、迅速を最大まで、最後のパッシブは機運ですね。これをやることでこちらの胸当てのレジェンダリー効果、機運を1蓄積するごとにライフが回復するというものになっています。そしてパラゴンがまずは注入スキル 20% 上昇するための効用をつけています。そして不気味な報酬、こちらでも注入スキル攻撃力を上げています。あとは
グリフソケットの方も注入で注入のダメージを上昇しています。3枚目が手技のコツで、初手スキルを使用すると次に使用する喉かきスキルのダメージが 25% 増加する。その逆も同じですね。これで攻撃力が 25% 上昇しています。ソケットには切れ端をやっています。以上がレベル60代から73まで使っていた基本的なビルドになります。これで今回の動画は終わりにします。今後も Diablo 4の情報が入り次第、皆さんに紹介していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。